全然そんなこと感じないですね。ショップの人と話をしてたんですけど、そう今みたいなこういうところでね、いや違うこれ違うって。よし。おはようございます。神谷です。2、3日前にタイヤ交換をしました。ビットリアのコルサプロ 30C にしました。前は 28C だったんですけど、チェーンのオイルはワックスタイプでダークエナジーにしました。ルディキュラス AF を1ヶ月前に塗ってたんですけど、それはねわずか1ヶ月の命でしたね。ちょっと気が変わって、詳細はねタイヤ交換の動画ご覧ください。今ね境川遊水地公園に来てます。ちょうどねこのグスト GTR を買って、5ヶ月目に突入するので、定期点検買ったお店千葉サイクルさんに今から行きます。遊水地公園の駐車場からここね数百メーターなんですけれど、そこもね押して歩いてきました。乗ってませんまだ。いきなりこれから新しいタイヤを体験したいと思います。それでは行ってきます。いやー楽しみですね。本当はね1キロ2キロ走ってタイヤに異常がないかどうか確かめてからこういうところに来るべきだったんでしょうけど、一番最初の乗り出しのね感覚っていうのは本当に初めて乗るタイミングじゃないとインプレッションできないと思うので、さあどうなりますかね。乗らせていただきます。新しいタイヤ。はい。ちょっと待って。すごいよこれ。いや違うこれ違うって。うお、ねわかるなんだこれ。タイヤ変えるだけでこんなに変わるんだ。すごいだって待ってよ。何この滑らかさ。ちょっと一旦停止してみようかな。ここで信号待ちです。はい、信号青に変わりました。で漕ぎ出しでしょ。軽い。いやねこれねびっくりよ。ほんとわずか4、5ヶ月のこのど初心者の私が体感できます。この違いやばいねこれ。もともとこのグスト GTR のスポーツ TE ってやつですけど、これに最初からついてたやつがグッドイヤーのねイーグル F1 だっけかななんですよ。 28C の。もちろんブチルチューブが入ってて、タイヤ交換した後にどのぐらい軽量になったかっていうと、片側で約 50g 軽くなりました。だから前後で 100g。最初はそのぐらいしか変わんないのかなと思ったんですけど、なんかそれだけでも違うね。あとこのビットリアのこのコルサプロっていうやつ、これの乗り心地が半端ないね。タイヤの空気圧は今までと同じね 5.5 バールにしてます。なんか TPU チューブにするとブチルより少し乗り心地が硬くなるっていう風に情報があったんですけど、全然そんなこと感じないですね。いやこれいいや。28C から30に変えてちょっともっさり感が出るっていう風なねことを聞いてたんで、どうかなと思ったんですけど、全然そんな違和感ないですね。今ね平地ですけどね。7キロ地点まで来ましたけど、いや快適ですよこれ。1ヶ月前にルディキュラス AF を塗って、その時のインプレッションは
まあ言われてみればそうかなっていう感じだったんですけど、しかもねあの時はねドライブトレインクリーナーってやつで2回洗浄しただけだったんですよね。チェーンは外さずに。後でね拭いてみるとね結構黒ずみの汚れがまだついてたんですよ。だから完全脱脂とは程遠い状態でやってたんで、あれ完全にリセットしないと意味がないって風に書いてあったから、本来の性能を発揮できていなかったと思うんですよね。でこのワックスタイプダークエナジーにしましたけれど、まずギアの切り替え文句なしでスムーズですね。ちなみにこの前の獲得標高 1000m 行くまで帰れません動画、ペダルを踏む時にねこうカチッ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 っていう音がしたんですよ。ちょっとねこんな感じです。わかる？聞こえる？こうカチッ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 っていう音、こういうね音がするようになったんですよ。あ、これ今もしてるね。もうカチッ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 っていう音、これがなぜなのかわかんないんですけど、変速機の部分に変な力かけたとかそういうこともないんで、1ヶ月前にリュディキュラス AF を塗るために洗車をしたんですね。でその時にタイヤを一旦外したんですよ、逆さまの状態で。もう一回組み付けてトルクこうやって締める時にも逆さまで取り付けたんですね。でそっからだったんですよ。でいろいろ調べてね、自分の体重を乗っけながらちょっとこう負荷をちゃんと与えながら規定のトルクで締め付ければ改善することが多々あります。 Google ジェミニさんに教わったんですね。で実際やってみたんです。少しね負荷かけてます。自分の体重を少し、はい、でリアも自分の体重をかけた状態で、よっしゃ。でねそういう風にやったら治りました。このカチカチ音、負荷がかかってないこういう平坦な道で軽く漕いでるとねならないことが多いんですね。坂道とか少し重いギアにして負荷をこうやってかけるとこう回すたんびにカチカチ言ってたんですけど、それもさっき試してみましたけれど、今のところね一度も鳴ってません。多分だから逆さの状態にしてロックしたことによってしっかりはまってなかったのかな。まだね梅雨空が広がってて天気がね微妙なんですけど、まあなんとか今日は昼間は持ちそうなんで、数日後でいいかなと思ったんですけど、やっぱりもう乗りたくてしょうがなくて、このワックス系のねチェーンルブも試してみたくて。よし、さあ町田に着きました。あっという間ですね。ちょうど20キロかな。到着。昼飯食べた後なんですけど、ここにつけてたコンタクトマイクインスタ360のあれがねなくなっちゃって探してます。入ったなあ。りました。道路に落っこってた。さあとりあえず今から帰ります。特にね点検してもらったんですけど問題ないっていうことです。ちょっとね全然関係ないんですけどすっごい気になるお店があって、多分この辺だよね。これね豚骨クリーミーカレーラーメンっていうこうレビュー見たらなんか独特なここにしかない味っていう風に書いてあるんで、もうね絶対ねここね来たいと思います今度。ただね夜しかやってないらしいんですよね。よし帰ろう。なんか行きはタイヤ交換してすごい乗り心地が変わってテンション爆上げでしたけど、帰りはこの快適になった乗り心地をゆっくり堪能しながら帰りたいと思います。
のんびり回してね、景色を楽しみながら。ショップの人と話をしてたんですけど、トレックもなんか24インチちっちゃめのマウンテンバイクだったかな、ちょっとね持たせてもらったんですよ。グストの GTR を比べると子供の自転車の方が結構重いんで、まあね去年買ったばっかだからな、また今年も買い替えるってのはちょっとあれだな。まだまだでっかいんでね、22インチでもね、今みたいにねもう自転車の知識があった状態で子供用の自転車を買ってあげればよかった。自転車ってええな。ちょっとね向こうの方がね雲行きが怪しくなってきたんで、ちょっとペース上げてさっさと帰っちゃいます。よし頑張ろう。ここのねサイクリングロードを走ってると、まあ結構な数のサイクリストとすれ違うんですよ。すれ違ったら「こんにちは」みたいな挨拶をしましょうっていうのが、暗黙のルールですよみたいなことをよく言うじゃないですか。こう目線は合うんだけど、ほとんどね声に出して「こんにちは」っていうことはないんですよね。まあ向こうも当然そうなんだけど、その辺どう思います？皆さんやってます？ほら登山とかやってるともう必ずすれ違う時は「こんにちは」みたいな感じで挨拶しますけど、今度意識的に「こんにちは」って言ってみようかな。次の課題。さあ戻ってきましたよ。はい、お疲れ様でした。本日の距離はですね45キロでした。タイヤ交換こんなに変わるのっていうぐらいね最高でしたね。コットンケーシングを採用してるとかって言って、要は絹ですよね。シルクロードの上を走ってるような滑らかな乗り心地でした。シルクとコットンはどう違うのかな、まあいいや、その辺は適当で期待以上の心地よさでした。それからねギアなんですけど、45キロ走って見てください。こんな感じです。さっと、あほらほらほとんどつかないよ。ほらね、素晴らしい。この辺はなちょっとなつくけど、いや綺麗ですね。ワックスルブ最高ですよ。だいたいね480キロぐらい持つっていうんで、400キロぐらい走ったらもう一回塗ればいいと思うんですよね。大満足のサイクリングでした。次週もよろしければ見てください。それでは。